皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はアメリカのトランプ大統領。次はグリーンランドがアメリカにとって必要だという話をし始めています。今まさに大きな歴史の転換点ともなるような出来事が続けて起こるかもしれないという時期になりました。アメリカのトランプ大統領の動向を中心として世界の安全保障関係のニュースを追っていきましょう。まず最初に解説するのはアメリカによるベネズエラ攻撃の続報。マドゥロ大統領夫妻がアメリカに身柄を取り押さえられてすでにアメリカへと移送が終わっています。一方でベネズエラに残っているロドリゲス副大統領はアメリカ軍の攻撃初日においてはベネズエラの大統領はマドロ氏でありアメリカの意向には従わないという話をしました。これを受けてトランプ大統領がアメリカの意向に従わないというのであれば再度の攻撃もあるし1回目の攻撃よりもより苛烈なものになる可能性を示しました。こうしたトランプ大統領の発言を受けてかどうかは分かりませんがロドリゲス副大統領は今後はアメリカの意向に従って政権運営を行っていくという声明を出しました。これをもってして今のところアメリカの国家統治といったものがベネズエラへと及ぶであろうといったことが大筋の動きとなります。ただしこの時注意しなければならないのがロドリゲス副大統領はマドロ大統領と共に反米の思想を持った政治家で決して親米の政治家ではありません。むしろ野党政治家の方がアメリカとの関係は近いといったこともあったことからどうしてロドリゲス副大統領の下でのアメリカ統治へ乗り出すのかと不審がる動きもあります。この点については、そもそも政権内部における裏切り者がいなければ今回のような襲撃が完全に成功することはありえなかったのではないか。つまり裏切り者の中で一番の大物がこの副大統領だったのではないかといった話も出ています。ただしこれは憶測の域を出ない話であり証拠が出ているわけではありません。何にしてもよりアメリカに近い野党指導者よりも反米政権のその中枢にいた副大統領がアメリカの意向に従うというのですから、完全にベネズエラは降伏状態になったことを意味します。ちなみに野党指導者の中にはノーベル平和賞を2025年に受賞した人物もいます。この人物に対してトランプ大統領はベネズエラ国民の支持がない人物でありベネズエラを任せる気はないといったような話をし始めています。こうした話の裏側にはトランプ大統領自身がノーベル平和賞を欲しかったのにベネズエラの野党指導者がもらうといったことを腹が立ったといったような話を伝えている記事などもあります。ちなみに前回の動画ではベネズエラ攻撃の全貌について解説を行いました。この点について少し補足をしておくと、ベネズエラにおける石油利権は主眼となるものというよりも、基本的にはトランプ大統領の政策を進める上での資金源としての機能を持ちます。もう一つは、アメリカの裏庭と呼ばれるようなこの地域において、ロシアや中国の影響力がベネズエラを拠点として進展するのをトランプ大統領自身が許せなかった。つまり石油利権をアメリカが欲しいというよりもそれらの利権に対して食い込んでいた特に中国に対してこれを跳ねのけるための政策だったとも言われています。基本的に痛い目を見るという面においてはロシアは軍事兵器の輸出先を失いますし中国にしてみると何か欧米から制裁を受けるような事態があったとしてもベネズエラから一応石油を確保することができる、そうしたルートの確保といった面においても意味があった場所、そこにアメリカの影響力が及ぶことによって弾き出されるわけですからロシアや中国にとっては自分たちの権益が奪われることとなり、痛い目を見るという意味ではトランプ大統領の意向は示されたわけです。今回の一件においてはまず第一に議会についてはもう後回しにされたといったこともあり大統領権限がいかに強いかトランプ大統領が独断専行で物事を決められるし議会についてはそれを追認する機関になったという意味で、かなりトランプ大統領の独走状態を止める者がいない、そうしたことを印象づける事態でした。そしてそのことが次の事態へと懸念を深めることとなります。トランプ大統領はグリーンランドについてアメリカの安全保障上非常に重要な場所でありデンマークの自治領グリーンランドはアメリカ領として編入されるべきだというような意向を示しました。理由としては先ほどのベネズエラの時と同様にしてロシアや中国による影響力がグリーンランドに及び彼らがその地域において権益を確保する危険性が高まっているとしています。それに対してデンマークやもしくはヨーロッパ各国は十分に備えができておらずこのままではアメリカのすぐ近くに
ロシアや中国の拠点が生まれてしまうといったことを問題視しています。ただし、デンマークはそうした面においては、アメリカとの間での2カ国間の軍事同盟もありますし、また、NATO 加盟国という意味でも基本的には味方です。さらにはグリーンランドには米軍の基地もあります。グリーンランドに設置された米軍基地は、冷戦時代においては、ソ連から飛んでくるかもしれない大陸間弾道ミサイルの観測拠点として設けられ、現在でもなおロシアが核大国であることから、基地は維持され続けています。ですから、安全保障上において強化が必要だというのであれば、デンマークと基地の増強などについて話し合えばよく、別にグリーンランドをアメリカ領に編入する必要はありません。ですから、本当に安全保障上だけの理由でグリーンランドを欲しがっているかといえば、かなり疑問が湧くわけです。それではグリーンランドの戦略上の重要性について解説しておきます。グリーンランドの重要性は2つの面で重要です。まず第一に資源、もう一つが戦略的な位置。グリーンランドは北の海に接していますから、北極圏における経済圏、ここをどう抑えるかに非常に重要な場所にあります。昔々であれば海底資源はなかなか開発ができなかったのですが、現在では気候変動の影響に伴って北極圏の氷も縮小する傾向にあります。そうした時に海底資源の開発がしやすくなったわけで、必要なコストが下がれば、その分だけ地下資源の採掘、特に石油や天然ガスなどについては採算ラインが下がることによって開発がしやすくなります。そのためこの地域においては、特に近場のロシアがどんどんとこの地域で開発を進めようとしています。現在のところロシアはウクライナ侵略にかかりきりで北極圏開発に力を注ぐことができていませんが、一方において中国は現在進行形で大規模な戦争を行っていませんから、グリーンランドに手を伸ばしています。中国の場合だと地下資源についての権益を求めています。グリーンランドの地下資源としてはレアアース、ウラン、そして一般的な鉱物資源なども非常に豊富にあると言われています。そしてここの地域においても気候変動の影響で以前よりも開発がしやすい状況へとだんだんと評価が失われている状態です。すでに中国の国営企業などはこのグリーンランドの地下資源開発などに資金を投入し始めており、それは合法的に行われていることから止めることができていません。こうしたことからトランプ大統領はヨーロッパのやり方ではロシアや中国を抑えることはできないとして、グリーンランドはアメリカ領であった方がアメリカの安全保障上も良いし、中国やロシアの拠点化も避けることができるんだと主張しています。この発言というのは別に今に始まったわけではなく、もっとずっと前、パナマ運河とグリーンランドをアメリカ領とすべきだという主張していた頃からの話であり、結構前からの持論になります。以前であれば友好国であるヨーロッパ、デンマークに対する敵対的な行為もしくは侵略行為をするかもしれないというこの話、とてもではありませんが、軍事力を使うまではないだろうと見られていました。しかし現在のトランプ大統領の動きを見ると、少なくとも議会の承認を得ずに米軍を動かす可能性があり、しかもそれが安全保障上の理由ですよとなれば、特にベネズエラの時と変わらないぐらいの勢いで軍を派遣し、実質的に支配する危険性すらあります。そうしたわけで以前よりもずっと警戒感は高まっています。デンマークはグリーンランドには自治政府があり、これらについてアメリカ領として売り渡す気はないとしています。トランプ大統領に対しても友好国デンマークに対して脅迫のようなことはしないでほしいと抗議を行っているところです。またさらにアメリカ国内における報道では、トランプ大統領に対して対麻薬戦争という意味でのコロンビアに対する軍事行動について考えているかという質問に対して、それは良いアイデアだというような返答を行っています。コロンビアの場合だと、この中南米地域における麻薬カルテルやギャングの活動拠点の一つであり、トランプ大統領が軍事活動をする可能性を秘めています。ただしこれまでのトランプ大統領の持論からすると、対麻薬戦争というのは確かに以前から一貫していっているわけですが、アメリカの利益を同時に獲得できるところが優先されています。ベネズエラの件であれば石油資源をアメリカの企業に取り戻すといった話をしていますし、ちょっと離れた話ではウクライナ情勢に関連しても、ウクライナの地下資源をアメリカに移譲するのであれば、アメリカからウクライナに対する何らかの関与を深めるといったような条件提示なども以前は行っていました。そしてグリーンランドについても、北極海周辺の地下資源やグリーンランドそのものの地下資源なども考えて、やはりこれらについても
掘って掘りまくれの精神でアメリカの勢力圏をより強固にしようという狙いが見られます。ちなみにちょっと言い忘れましたが、グリーンランドにおいてはレアアースについてもかなり取れるのではないかと言われています。現在レアアースは中国が非常に大きな世界シェアを持っており、アメリカのトランプ大統領としてはこの中国のレアアース支配を脱するためにもグリーンランドが欲しいのではないかと言われています。このようにしてちょっと資源をある程度担保としての軍事行動を考えているのであれば、順番として考えられるのはベネズエラの次はグリーンランドというのはわかるのですが、その次はコロンビアではなくパナマ運河でしょう。従来のトランプ大統領の発言は基本的にアメリカファースト、アメリカの権益を拡大するといったことを目指していたわけですから、コロンビアに対する軍事行動を行うよりも、おそらくはパナマ運河をアメリカ領とすることによって高額な通行料をアメリカ企業に対しては優遇したり、通行権の優先権を取るといったようなことを行うかもしれません。これらのことで非常に重要なのは、従来の国際秩序を守ろうといった立場からのアメリカではなく、もはやアメリカの国益を最大限に増やそうという新たな主義が実践されようとしていることです。これに関してトランプ大統領は、かつてのモンロー主義が復活、いや自分自身が新しい定義をしたドンロー主義だという話をしています。モンロー主義というのは、ヨーロッパはヨーロッパ、アメリカはアメリカでそれぞれに口を出さない不干渉の状態を作ろうという考え方です。一方でトランプ大統領が訴えているこのモンロー主義を新しく定義したドンロー主義というのは、ドナルド・トランプ大統領とモンロー主義の結合させた言葉としてドンロー主義。この主義というのは、ヨーロッパはアメリカのやることに口を出すな、一方においてアメリカがやることはヨーロッパに対しても口も出すし手も出すし、しかしそれでも黙って言うことを聞けという主義のことです。ですからドンロー主義というのは、本来であれば友好国であるデンマーク領グリーンランドに対してアメリカに併合しようというこの動き、これに対してヨーロッパは文句を言うなというある意味非常に厳しい要求を突きつけているわけです。実際にアメリカ軍が動くかどうかについては当然のように私には分かりません。最終的な決断はトランプ大統領のさじ加減一つです。しかし少なくともベネズエラ攻撃に関してはその前兆現象は去年の後半ずっと続いていたわけですから、グリーンランドに対して何かを起こそうという時においても何らかの前兆現象が現れるかもしれません。少なくとも今は伏線となる出来事がたくさん起こっており、発言自体が実現するかどうかは、あとは命令が出るかどうかの話です。そうした意味において、やっていることは基本的には自国の勢力圏拡大を軍事力によって行おうというわけですから、時代がどんどんと前に戻ってしまっていることになります。であれば、日本が取らなければならない話というのは、また昔に戻った上で、どの陣営と組むか、その話に戻ってしまいます。これは非常に残念なことではあるものの、現実対応という意味においては仕方ない選択となります。ただ一つ言えるのは、中国やロシアと組む選択肢は日本にはないということです。この2つの国の歴史を見ればわかりますが、これらの国と組んでいい目を見るということは全くありえない話です。そしてもう一つ押さえておかなければならないポイントがあります。昔は欧米列強によって世界各国が切り分けられるといったことが平然と行われ、それが世界的な常識としてまかり通っていました。大英帝国と呼ばれるような時代においては、イギリスは世界中に多くの植民地を持ち、ヨーロッパ各国もまた世界中に様々な大小植民地を持っていました。アメリカも当然植民地を持っていた国の一つです。現在はそこまで戻るとは思いませんが、少なくとも昔と今の最大の違いは、科学発展が進むことによって、そうした領土の価値といったものは以前よりも相対的に下がっていることです。ですから日本はこうした勢力圏拡大を軍事力で拡大しようとする考えには迎合する必要はありません。いかにして自由貿易を尊重する国々と連携しつつ、一方でおいて核融合や人工知能、ロボットといった革新的な技術に投資を行って、いかにして自律的な国へと発展するか、そちらの方を優先すべきでしょう。日本の最大の弱点はエネルギー資源などの海外依存であり、核融合やロボットといったものは、そうした海外からの輸入に頼らなければならなかった日本を革命的に転換させることのできる技術です。このようにしてかなり長大な国家戦略についての話をしなければならないぐらいに、今回のトランプ大統領の動きと今後に向けての発言といったものは注意しなければならないのです。考え方そのものを変えていかなければ
今の時代に対応できない、まさに激動の時代へと突入していることを意味しています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わった後は評価ボタンのクリックと、あなたの感想、コメントぜひともよろしくお願いします。もちろん私の意見に対して、いやいやアメリカもろくでもない国なんだから、いっそのこと日米軍事同盟なんか廃棄して自主独立路線を目指せばいいといったような考え方を示す方もおられるでしょう。まあその考え方というのは別に否定はしませんが、非常に多大なお金がかかり、そのお金があるんだったら未来技術に投資した方が良いというのが私の考え方です。なぜならば歴史を振り返ればわかりますが、孤立主義は結局のところ痛い目を見るだけで、勝者が正義になるというのであれば、勝者の側についていた方が生き延びることができるというのが歴史の教訓だからです。まあ非常に苛烈な歴史な教訓なわけですが、少なくとも第二次世界大戦で日本はそのことを学んだわけであり、領土獲得以外、科学技術の発展において十分生き延びる道があるというのは時代の変化だと言えるでしょう。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。